ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのはベトナムの首都、ハノイだ。今回は、ベトナムから国境を越えて中国に向かう国際列車に乗車するぜ。中国とベトナムは鉄道で繋がっているんだね。そうだぜ。まずは中国行き国際列車の発着駅、ザーラム駅に行ってみよう。ザーラム駅はハノイ駅から見て2駅先で、黄河を渡ってすぐのところに位置している。ザーラム駅は一応ハノイ第2のターミナル駅なのだが、駅舎は小さく、裏路地の奥にひっそりと佇んでいるぜ。国際列車の終点とは思えない小さな駅だね。ザーラム駅にはハイフォン方面、サパ方面の全列車が停車する。ちょうど、ハイフォン行きの LP3 列車が出発するところだった。ハノイ、ハイフォン間は1日4往復しか列車がないが、その代わり20両近くの客車を繋いだ長大編成だ。ハイフォン先客車の塗装は今年に入ってからベトナム鉄道の標準塗装から赤系のレトロな塗装に変更されたようだぜ。レトロなデザインだけど、復刻塗装というわけでもないみたいだね。以前のオーソドックスな塗装もなかなか良かっただけに、新塗装は賛否両論がありそうだ。ザーラム駅構内には濃い緑の客車が誘致されている。これこそが今回乗車する中国南寧行き国際列車の客車だ。ベトナム、中国間の国際列車は中国鉄路の客車で運行されているぜ。中国の客車がハノイまで乗り入れているんだね。客車は中国鉄路の標準的な形式、25G 型だ。塗装も中国の標準的な濃い緑と黄色の帯だが、国際列車として運用するため、通常の車両にはない中国の国章が貼られている。また、中国語とベトナム語で表記された南寧ハノイのサボがついてるぜ。国際列車専用の車両なんだね。中国の車両がここまで乗り入れているということは、ベトナムと中国の鉄道は規格が同じなのかな？ベトナムの鉄道は基本的に狭軌だが、ハノイから北東方向に伸びる路線は標準機と狭軌の3線機上になっている。そのため、中国国境のドンダンからザーラムまでの区間は中国の車両が乗り入れ可能なのだ。ザーラム駅の線路を見ると線路が標準機と狭軌の両方に対応していることがわかる。ただし、3線機上はザーラム駅の西側で終わり、それより先は狭軌のみの区間なので、中国から来た列車はハノイ駅に乗り入れることはできないんだぜ。国際列車がハノイ駅の手前のザーラム駅止まりなのはそのためなんだね。ところで、ベトナムの鉄道に2種類の機関があるのはどうしてなのかな？その答えはベトナムの歴史にある。ベトナムの鉄道はフランス植民地時代に建設が始まり、建設コストを抑えるためメーターゲージが採用された。その後、フランスからの独立を経てベトナム戦争の時代に、当時協力関係にあった中国とソ連からの物資をスムーズに輸送するため、北ベトナム側の中国国境に通じる線路は中国の支援で標準機とメーターゲージの3線機上に改修された。ベトナム戦争終結後、1979年の中国の侵略により両国の関係は悪化したが、近年は3線機上を生かしたベトナム中国間の貨物輸送が活発になっており、ハノイと広西チワン族自治区南寧を結ぶ国際旅客列車の運行も行われている。ハノイ南寧間の国際列車はコロナをきっかけに運行を停止していたが、2025年5月にめでたく運行を再開。ザーラム駅には時刻表が掲示されているぜ。発車時刻は何時なのかな？ハノイ南寧間国際列車は毎日運行されていて、行きも帰りも夜発朝着の夜行列車だ。南寧方面の MR1 列車はザーラム駅を21時20分に発車し、0時55分に国境に到着。中国区間では列車名を T8702 時に変え、翌朝10時6分に南寧に到着する。ザーラムから南寧までの所要時間は約12時間だね。ちなみに、南寧で Z6 時に乗り換えて北京に向かうこともでき、全区間通しで切符が販売されるようだ。ベトナム鉄道も中国鉄路も、通常の切符はネットで買えるけど、国際列車の場合はどうなのかな？確かに、ベトナムの列車は12号、中国の列車はトリップ .com といった便利な代理店で予約可能だが、国際列車の切符は例外で、限られた駅の窓口でしか販売していない。ベトナム国内ではハノイ、ザーラム、爆山駅、中国国内では氷床、スーサ、南寧、桂林北駅が対象だ。要するに列車の停車駅で販売しているということだが、例外的にハノイ駅でも購入が可能だぜ。市街中心部のハノイ駅で切符を買えるのは便利だね。ウプ主はザーラム駅の窓口で切符を購入した。列車の座席クラスは1種類、4人個室の寝台である南下のみだ。ザーラムから南寧までの料金は 31.53 スイスフランだ。国際列車の伝統でスイスフランで表示しているが、実際はベトナムドンで支払うことになる。料金は104万6000ドン。日本円で約5900円だ。人民元でも払うことができたぜ。窓口では中国のビザがないと切符を売れないと言われたが、日本人が中国に入国する際にビザが不要であることを根気よく説明し無事購入できた。国際列車を利用する第三国人は珍しいらしく、あまり対応に慣れていない様子だったぜ。購入できたチケットがこちら。今時珍しい手書きの切符だ。
今やベトナム鉄道の切符は QR コード付きのレシート、中国鉄路に至ってはもはや紙媒体のチケットが存在しない中、国際列車の切符は非常に古風なものだ。切符は3枚綴りで、ベトナム語、中国語、ロシア語で記載されているぜ。ロシア語が書いてあるのは東側の共通語だからかな？そういえば英語の表記はないんだね。そうだな。現在では珍しい冷戦時代の名残を見ることができるぜ。夜、国際列車の発車時刻が近づいたザーラム駅に来たぜ。国際列車専用の待合室を通りホームに入る。客車の前後にディーゼル機関車が連結され、発車の準備が整っている。機関車も標準機仕様で、よく見かけるメーターゲージ用とは異なる珍しい形式が登場する。ハノイ側についている機関車は D14E 型。D14E は2002年に中国駐車関所延期車で5両が製造された。運転席が車体の片方にしかないエンドキャブ型で、前後で顔が違う面白い外見の形式だぜ。南寧側には D19ER 型が連結している。D19ER も中国駐車関所延期車製で、2006年に5両が製造された。メーターゲージ用の D19E の標準機バージョンだ。独々しさすら感じる鮮やかな青と赤の塗装で、運転台横にはベトナム国旗と共産党旗がデカデカと貼られている。やや癖の強い外見の機関車だ。この機関車を最初に見たとき、ネット上の画像とどこか違うような気がしていたのだが、見比べてみると理由が判明した。よく見るとライトカバーが除去されているぜ。駐車製機関車のライトカバーは耐久性に難があると噂されているけど、この車両もライトカバーの透明度が落ちて除去されたのかな？客車は電源車1両と南賀車両5両が連結されている。客車は中国の鉄道では標準的な形式の 25G 型で全車両が4人個室寝台の南賀車だ。車体番号の前に書かれている RW は南賀の中国語発音、ルアン号の頭文字だぜ。客車の種類が一目でわかるようになっているんだね。客車の塗装も通常の中国の客車と同じなのだが、国際列車にしかない中国の国章ステッカーが貼られている。客車の真ん中に国章を取り付ける伝統は旧東側の国々の国際列車に共通しているぜ。車内に入ってみよう。南賀は中国鉄路の座席の中では高級クラスなので、廊下の床にはカーペットが敷かれているぜ。古風な外見の車両だけど内装を見ると結構新しそうだね。そうだな。製造年は2017年頃のようだ。中国では高速鉄道車両だけでなく客車も新造しているんだぜ。個室のドアは木目のデザインだ。中に入ってみる。今回の寝台はこちら。2段ベッドの4人個室だ。枕2個と布団が置いてあり、リネン類は綺麗に整っている。今回の席は下の段の寝台だ。上の段の乗客はいなかった。乗車した列車はかなり空いていて、乗客がいない個室もあったぜ。渡航前に席を予約できないから、当日列車が満席で乗れないことを心配していたけど、この混み具合なら心配なさそうだね。窓際にはチューリップの造花が飾られているぜ。ちょっとおしゃれだね。テーブルの下にはコンセントがあるので、寝ている間にスマホを充電できるぜ。これは夜行列車には必須の設備だね。乗車してすぐ、車掌から寝台カードが配られる。ベトナム語も併記された国際列車専用仕様だぜ。発車までしばらく待っていよう。21時20分、列車は帝国通りザーラム駅を出発した。MR1 列車はベトナム国内では2駅に停車する。爆山には22時11分、国境のドンダンには0時55分に到着予定だ。ザーラム駅を出てすぐ、サパ方面、ハロン方面の線路が分岐する。車内の様子を少し見てみよう。洗面所は3カ所もある。綺麗に清掃されているぜ。ここにも造花が飾られているね。列車に食堂車はなく車内販売もないのだが、乗車時に各乗客に水が配られるぜ。飲み物や食料は持ち込んだ方がいいね。しばしどんだん線の夜の車窓をお楽しみください。ザーラムを出発後約50分、列車は帝国通り爆山駅に到着した。爆山は漢字で北へと書くぜ。ベトナムは漢字文化圏だから、地名は大抵漢字表記があるんだよね。ゲーミングブリッジをくぐってしばらくして、列車は国境の駅ドンダンに到着した。この駅では乗客全員が一度下車し、ベトナムの出国手続きを行う。この駅はホームも駅舎内も大量のベトナム国旗&共産党旗で飾られている。ドンダン駅の待合室にはキム・ジョンウン氏が列車でベトナムを訪れた際に使用されたタラップが展示されているぜ。北朝鮮、中国、ベトナム北部は全て標準機だから北の列車がベトナムに乗り入れ可能なんだね。出国審査を終えてホームに戻る。
ホームを挟んで反対側には南寧発ザーラム行きの対向列車が停車している。こちらは D14E が牽引していた。ドンダン駅では約2時間停車する。乗客の出国審査に時間がかかった場合に備え、余裕を持たせたダイヤになっているぜ。停車した車内でじっくり眠れるね。ドンダン駅では機関車の付け替えも行われる。列車の先頭には中国の DF4D が連結し、これまで列車を牽引してきたベトナムの D19ER は隣のザーラム方面行き貨物列車に付け替えられた。中国鉄路の貨車をそのままハノイ方面まで引いていくようだ。ハノイドンダン線の旅客列車は今回乗車した国際列車のみだが、貨物列車はもっと頻繁に運行されているようだぜ。4時30分、列車は国境を越え中国側の駅、氷床に到着した。中国鉄路では標準の根字に白の駅標や巨大な電光掲示板が吊り下がっており、中国領に入ったことを実感できる。この駅でも乗客全員が下車し、中国の入国審査を行う。パスポートには珍しい表彰のスタンプが押されるぜ。深夜に国境で2回起こされるのはちょっと辛いね。出発は1時間半後だ。停車した車内でゆっくり寝れるぜ。朝になった。列車は中国の広西チワン族自治区に入り、緑豊かな大地を走っている。7時56分、中国2番目の駅、スーサに到着した。南寧まではあと100キロほどだ。桂林をはじめ、広西チワン族自治区にはカルスト地形が多く、スーサでもカルスト地形特有の奇妙な形の山々を見ることができるぜ。南寧駅に近づき、昆明方面の在来線、高速線が合流する。妙高を渡り南寧の都心部に入っていく。この川は樹高の支流で、下流には甲州があるぜ。車窓から見える建物は高層建築が多くなってきたね。10時5分、列車は帝国通り南寧駅に到着した。列車の先頭にはドンダンで連結された DF4D がついている。残念ながら機関車の前からの撮影は NG だった。中国の駅で列車を撮影できるかどうかはその場にいる職員によりけりだぜ。列車がさっきより長くなっている気がするね。そうだな。表彰で中国国内区間のみの客車が4両増結されているのだ。増結された客車は号車表示が下1から下4になっている。全車両がやや古い 25G 客車で、座席の後座車だ。乗車してきた客車と外見は似ているが、国章はなく、サボは表彰、南寧になっているぜ。向かいのホームにはちょうど、スーサ南行きの高速列車が入線していた。形式は CRH2A で、2編成10連の16両で運行されている。実は、南寧、スーサ間は今回乗車した在来線と並行する高速線があり、表彰までの延伸工事も進行中だ。在来線の本数は今回乗車した国際列車1往復のみなのに対し、高速線は南寧、スーサ南間で10往復が運行されているぜ。今や国境の町まで高速鉄道が伸びているんだね。南寧は広西チワン自治区の主府で、800万程度の人口を抱える大都市だ。地下鉄も4路線が走っているぜ。大都会なんだね。南寧の住民の半分程度は少数民族のチワン族だ。都心部の街並みは他の中国の都市と変わらないが、道路標識の一部にはチワン語が併記されているぜ。今回の動画はここまで。ベトナム中国間列車は日本からも割と乗りに行きやすい国際列車だ。国際列車としては珍しく、毎日運行されているという点も魅力的である。真夜中に2度起こされるという欠点はあるが、列車設備は快適なので、国境を越える寝台列車を体験したい人にはおすすめだぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。